皆さんこんにちは、クリアです。今日はこちらにありますセリアさんのルーン、これのカラーナンバー3番、これを使ってカールを編んでいこうかなと思います。で、これはポリエステルが 100% で 25g 48メートル、使用のかぎ針は8から10号の指定です。で、お洗濯もできるし、なんといってもこのふわふわでめちゃめちゃ気持ちいいんですよね、これ。ここに書いてある通り、ふわっとした柔らかな質感とクールなカラーリング。これはちょっと大人の甘めチックな感じなんですけれども、こういった感じのふわふわの糸でね、すごく首周りに持ってったら気持ちいいだろうなと思って、これでカウルとか、ショールとか、マフラー、スヌード、そういったものを編もうと思ってたんですけど、今回はカウルを編んでいこうかなと思います。はい。で、これ糸によって、これはピンクが外側なんですけれども、内側の方が、ここから見る方がいいかな。こう水色になってます。で、これが外側が水色ちょっと出てて、で、こういった感じですね。内の方も、うん、内の方が混じってる色かっていう感じで、糸によって全然違うんですよね。もう一個ある、これは外側が水色で、水色がこう多い感じですよね。なので、糸によってちょっとずつ違うような感じの出方なんですけれども、同じルーンの糸になってます。すごく気持ちいいので、これですごい作るの楽しみです。はい。で、使う道具がこちらですね。単数マーカーと、で、とじ針とハサミ。で、ニット用の待ち針なんですけれども、編んだものをこう輪っかにして、横を端っこをこう閉じていこうかなと思ってるので、そういった、閉じていくためのものですね。けど、ちょっとね、普通の針とか、針というか待ち針だったら、刺したりとかしたらちょっと怖いというか痛いので、私いつも刺すんですよ。で、これニット用の待ち針なので、全然そんなにもピッとは尖ってないんですけれども、こういう丸い方がいいかなと思います。なので、ダンスマーカーでも全然いけるので、なければダンスマーカーでやっていただければなと思います。で、かぎ針は2本使っていくんですけど、編むのは15針 6mm で、作り目、これを作っていくのが、これ見えますかね。7mm 針ですね。これを使って編んでいこうかなと思います。はい、それではですね、糸端は糸処理できるぐらいに残してもらって、作り目だけはこちらですね。先ほども言いました 7mm 針、これを使っていきます。で、模様編みが4の倍数になるので、4の倍数で作り目を作ってみてください。私はね、ちょっとぴったりではないですけど、ちょっとだけ緩めっていう感じで作っていこうと思うので、鎖を編んだら結構ちっちゃくなってしまうので、72目で私は行きたいと思います。で、一回変えられる場合は鎖を編んでみてっていう風な感じで様子を見ていただいたらなと思います。はい。ではここから鎖を72目編んでいきたいと思います。はい。鎖を72目編んできました。で、先ほど長さを測ってみたら70センチぐらいの長さになっていました。でもこれはもうあくまでも目安ですので、だいたい70センチぐらいかなっていう感じになっています。で、次はですね、こちら15針 6mm、これを使ってまずは1段目編んでいきます。はい、それでは1段目。まずはですね、一番最後のこの鎖のところに指を置いておきます。ここに入れるんですけど、そしてその後にですね、鎖を3つ立ち上げます。1、2、3と。で、4つ目のところ、今指を置いておいたところのこの裏山、コッとしたところ、ここに細編みを1目編み入れます。で、編んだら、またもう一回同じ目に細編みを編み入れたいと思います。はい。こんな感じ。で、この細編みのところに、ちょっと印として段数マーカーをつけておきます。ここではないんですけれども、ちょっとわかりやすいために、ここに段数マーカーをつけておきます。で、編み入れたらですね、鎖を2つ編みます。で、編んだら入れたその次の目のまた裏山を取っていくんですけど、裏山のところにまた細編みを2目編み入れます。今1回編んで、もう1回、はい、編み入れました。そしたら次、1、2と2つスキップして、3目目のところ、ここに細編みをまた同じく2回編み入れます。で、鎖を2つ。で、次の目に細編みをまた2回編み入れます。っていう繰り返しです。
はい。で、編んだら、1、2と2つスキップ。で、3目めのところ、裏山に入れて、細編みを同じ目に2回。で、鎖を2つ編む。で、次の目、裏山に細編みを2回編み入れる。これの繰り返しです。2つスキップした3目目。この目に2回細編み。で、鎖が2つ。で、次の目に細編みを2目。同じ目に編み入れる。はい。こんな感じです。これで端まで編んでいきたいと思います。はい。最後の目の近くまで模様編みを編み入れてきました。そしたら最後の模様編み編み入れたら2目だけ鎖が残ってるかなと思います。で、1つスキップして一番最後のこの目、ここに細編みを1つ編み入れて終わりになります。はい。これで1段目の終了です。では次2段目に行きたいと思います。はい。それでは2段目、鎖を1、2、3と3つ立ち上げて裏を向けます。はい。で、この後ろを見ると、ここに鎖を2目作ったスペースっていうのがわかると思うんですけれども、ここのところに今度は編み入れていくことになります。まず、最初のスペースですね、ここ。細編みで、ここも細編みで、その立ち上げたところがここになってるんですけれども、まあ、とりあえずここら辺は無視しといて、ここですね、鎖のところ、ここにまた同じように細編みを2回と、で、鎖を2つ。で、また同じスペースに細編みを2回。これを繰り返していくだけになります。で、次のこの鎖の部分。ここにまた同じように入れて、細編みを2回。1回。で、もう1回。で、鎖を2つつけて、同じスペースのところ。ここのところにまた細編みを2回編み入れる。はい。こんな感じです。これでまた端まで編んでいきたいと思います。はい。端の鎖のところにまた模様編みを編み入れてきました。そしたらですね、ここのところが細編みで段数マーカーつけておいた部分になるんですけれども、ここじゃなくってその隣、鎖を3つ編んだところがあると思うんですね。ここのところにそのまんまスポットを入れて細編みを編もうと思います。ここですね、鎖3目とこの細編みの間、このスペースのところに細編みを1目編みます。はい、これで2段目の終了になりました。では次3段目に行きたいと思います。はい、それでは3段目、鎖を3つ編んで表を向けます。はい。で、ここの段からもずっと2段目と一緒なんですけれども、この鎖の作ったところのスペース、ここに同じような感じです。細編みを2つと、で、鎖が2つ。で、また同じところに細編みを2つ。ということをずっと繰り返していきます。はい。で、ずっと編んでいって、こっちの方ですね。ずっと編んでいって、ここのところにも細編み2つ、鎖が2つ、で、細編みを2つ編み入れます。はい。そしたら最後ですね、ここ鎖3目立ち上げたと思うんですけど、ここのところにスポットを入れて最後細編みを編むっていうのです。もう本当に2段目はずっと一緒ですね。2段目3段目もずっと同じなので、お好きなような高さにしていただいたらいいかなと思います。はい。ではこれでずっと続けて模様編みを編んでみてください。はい、こんな感じで20段まで編んできました。で、一応長さをですね、測ってみると大きさですね。横幅48センチぐらいで、上から下までが測ってみると25センチぐらいの大きさになってます。一応目安的にはこんな感じですね。で、あと残りがこれだけになっています。で、色の出方はこんな感じです。ブルーのとこが、まあ、半分ぐらいかなっていう感じですね。ピンクとブルーが。なような感じになって、私編んで最後がブルーで終わったら、次の玉もブルーから始まるような感じでしてるんですよね。こことかもつないだところ、こういうブルーな感じになってると思うんですけど、ここだけね、ちょっとピンクとブルーとちょっと合いの子みたいな感じでつないだのかな。
だいたいこんなにパキッと分かれない感じでやりました。で、これをつないでいくんですけれども、ちょっとね、この前ね、これを買ったんですよ。これ、ウッドボタン。これですね、セリアさんで売ってる装飾パーツの 25mm×4 個入ってるウッドボタン透かし彫りっていうのが多分最近出たと思うんですよね。あんまりここら辺のボタンのコーナーってあんま見ないんですけれども、この前見た時にこれがあって、で、3色ぐらい濃い色とか、これがナチュラルな色だったので、これを購入したんですけど、他にもあと2色ぐらいあったかなと思うんですね。で、これをここにポン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 とつけて、偽物の本物のこうボタンとかで開けるんじゃなくて、偽物でこうつけるような感じにしようかなと思います。ちょっとね、これだけだったらちょっと面白くないかなと思っちゃったので、ちょっと今回そんな感じにチェンジ変更してちょっとやっていこうと思います。はい、それではこれつないだまんまで、こっからもずーっとこう編んでいきます。はい、それではこっちに編んでいくんですけど、こうやって鎖3目編んだところ、その間に細編みが1目編んであります。で、鎖3目のところは本当は3つ分の細編みになるんですけれども、どうしてもこの3つ入れると本当にキュッキュッっていうかぐしゃっというかこう集まったような感じになっちゃうので、ここのところは細編み2つ入れます。で、細編みの頭に細編み1つ。で、鎖3目のところに細編み2つ。で、またこれ細編みのところにスポットを入れて細編みを1つ編むという感じで、リブ編みをですね、編んでいきます。で、この前ポケットショール編んだのがあるんですけど、パート2の方でリブ編みを横に編んでるところがあるんですけど、それと同じやり方でいきます。で、まずは鎖を1つ立ち上げて、一番最初入れるところは、これ鎖2目のところに模様編み編んでると思うんですね。で、その隣のところですね。ここが細編みのところになるので、ここに、1つ。で、段数マーカーをつけておいて、で、その下、ここのところもね、ちょっと穴開いてるから、ちょっと1つ入れますね。で、全然目数とかも全く関係ないので、単なる細編み編んでって、ずっと編んでいくだけなので、もうそんな大して目数とか気にせずに編んでみてください。今言った感じで編んでいただければいいです。間があんまりにも空きすぎたらダメなんですけど、キュッとなりすぎてもね、あれなので、適当な感じで編んでみてください。で、次、鎖3目だったところを細編みを2つ。で、次、細編みのとこですね。そのまま入れて、細編み1つ、鎖3目のところが、細編み2つ、次1つ、で、また2つという感じで、端までこんな感じで編んでいきます。はい、上から下までずっと細編みを編み入れてきました。で、数えてみたら私は30目細編みがありました。はい、それでは次、2段目に行きたいと思います。はい、それでは2段目鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、今度はですね、今度っていうかもうずっと上から上までずっとそうなんですけど、この上半目だけを取って細編みをずっと編んでいきます。一番最初はここ最後細編みここ入れたところがわかると思うので、その上ずっと見ていくと鎖が見えます。これの上1本半目、ここを取ってまず細編み1つ。で、折り返しわからない方はここでまた段数マーカーつけとくと分かりやすいかなと思いますので、わからない方はつけてみてくださいね。で、その次が次の目のこの上半目のところ。で、次のところ。で、上半目。で、また次、上半目。はい。こんな感じでずーっと上半目を取って編んでいきます。で、最後の目のところも細編み上半目編むと、また次の段いくと思うんですけど、今みたいに鎖1つを立ち上げて、前段の細編み、それの上半目ですね。ずーっと上半目を取って編んでいっていただけたらいいので、こういった感じで上半目取って何段か編んでいこうと思います。はい、1段目は細編みを普通に編んで、2段目からリブ編みに入ってると思うんですけど、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目ですね。まではリブ編みで編んできました。で、もうここで終わりにしようと思います。
なので糸端を、糸処理できるぐらいにカットして、で切って、糸をですねこんな感じで引き出して、でもう一回これ裏から入れて、こんな感じで出して、ここ止めておきます。はい。でこれでできたので、今度は反対の方糸をつけて編んでいこうかなと思います。はい、それでは反対の方はこの糸をついてるところを右にして編んでいこうと思います。どっちでもいいんですけど、一応このポコポコポコってなってるのが、表上ですよね。上にしたいと思うので、とりあえずこっち側から編むような感じにしますね。反対と同じです。一番最初編み入れるのはここですね。最初の細編み編んだところ、ここのところにかけて糸を引き出してきます。でこっちは編みくるんじゃうので、編みくるむ分で、こっちも糸端、一番最初のこの糸端ですね、これも編みくるんじゃいます。はい。でそこで鎖を一つ立ち上げて、ちょっとキュッとしますね。はい。でこれを編みくるみながら進めていきます。で今のところ同じところにまたもう一回入れてもらって、細編みを1目で段数マーカーをつけておくと分かりやすいのでつけておきます。で先ほどとも一緒なので、鎖のところは細編み、ここですね、側に入れて細編みを2目だったと思うので、2目編みくるみながら糸端を入れます。で次が細編みのところが1目で、次2目分という感じで編んでいきます。で端のところもここ細編み1目で、ここのところが細編み2目で、一番最後にちょっとどうしようかな、とりあえずここからここまで編んでいこうかなと思います。はい、ここからずっと細編みを編み入れてきました。でここの鎖3目のところで細編みを2つ今編んで、それでも終わるような感じでしました。で目数がここから数えると30目なので、反対も30目、ここも30目だったので、30目で終わるような感じで終わりました。でまた反対の方と同じで鎖を1つ立ち上げて、で裏を向けてから、またこの上半目だけですね、前段のこの細編みの上半目だけを拾って、また細編みを編むという感じで、またここも数段ですね編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで反対のこの下の方と同じような感じで1段目だけ細編み編んで、2段目から6段目まではリブ編みですね、それを編んできました。でもう終わりになるので、ここをカットして始末しようと思うんですけど、この糸端でここのところをねちょっと閉じていこうと思うので、私あと残りがこれだけと、なんか中途半端になんか色がちょっと違うところがあったので、カットしてつないだっていうところがあったので、その分これだけしか残ってないですね。でこっちの方これだけしかない分をですね、もうスーッと抜いちゃって、長い方は剥がれるぐらい残していただいた方がいいんですけど、結構長めです私これ。でもこれ残ってるので、ここをかがっていこうかなと思います。でその前に糸処理をしなきゃいけないので、糸処理をしていきます。これ巻き込んだところは普通にカットして、あとこういうとこですよね、つないでるとことか、どちらが表か裏かをちょっと一度決めていただいた方がいいと思うので、巻き込んだところは普通にカットしていただいたらいいんですけども、こっちが上の方なんですよね。この山みたいな感じで綺麗に模様編みが出てるので、これは上です。ということはこちらをこう上にこうするような感じになると思うので、こっち上ですよねこれ。これが首の方です。こういった感じにするので、こっちが表になると思います。ということはですね、こっちとりあえずは段数マーカーでもこういった待ち針でもいいと思うんですけど、表になる方を基準にしてこうやってしてつけておきますね。で裏の方、これをですね、こっちが裏になるので糸処理をしていきます。はい、それではですね、ここのところ一回ちょっとこうキュッと結んで、
で、1本ずつもしようと思います。2本いっぺんにすると、ここのところが、なんか、ぐわっとなりそうな気がするので、1本ずつ、右と左とに分かれて、こういうとこにね、うじゃうじゃうじゃっと入れたらいいだけなので、ブルーのところはブルーのところに入れます。で、1回ちょっと出してもらって、で、一目戻って、また、こう、うじゃうじゃっといろんなところにですね、あんまり同じとこ入れると、お洗濯とかした時に本当にピシューって出てっちゃうんですよ。なので、ちょっといろんなところに行って、で、糸を割って、出して、ちょっとなじましておきます。で、際でカット。で、こっちの方も、今こっちに入れたので、今度は右の方ですね。こっちにうじゃうじゃうじゃーっと入れて、糸処理をします。で、できたら、ここのところ、今、糸端、残しておいたところでかがって、ボタンをつけて終わりになります。はい、それではですね、この内側のところと、外側のところですね、出ていたところの糸処理は全部してきました。で、今からここをかがっていこうと思うんですけれども、で、この下の部分は、ちょっとこうかぶった時に、ちょっとスリットがあってもいいんじゃないかなと思い出してきたので、これをですね、今からやるんですけれども、これ下についてるのを、ちょっと左の方に、こういった感じで、ちょっと移動させようかなと思います。で、ここの閉じてあるところはこういった感じで、合わせる感じですね。リブの編んでるところ同士をこう合わせるような感じでしてあります。で、ちょっとこれをね、移動させます。はい、こんな感じで、ちょっとここまで移動させてきました。で、ご自分で、スリットも全然入れなくてもいいんですけれども、入れられる方は、ご自分でどれぐらいまでスリットが入った方がいいかなっていうのを決めていただいて、で、そこまではね、普通にこう編むというかこうやってして、表裏表裏に出して、本当編むというかこう、縫うみたいな感じですよね、ここのところ。で、こうやって細編みのここら辺のこの足があると思うんですけれども、こういったこの足のところ、こうやってしてギュッギュッギュッって普通にこう塗ってく感じですよね。もう縫い物みたいな感じで、こういった感じで足のところに通して、こうやっちゃいたいと思います。うん。で、自分の好きなところのスリットの位置まで来たら、位置というかこう場所ですよね。ここら辺までで、こう開けるような感じにしようかなって思われたら、ここからぐしぐしとこう合わせて縫っていくっていう感じにしていこうかなと思います。あとね、ボタンとかでこう、ここら辺まで開けたとしても、この辺りでこうやって止めたとしても止まったりとかするので、とりあえずはご自分でお好きな位置までしていただければいいのと、あと全然つけない方は、もうここからぎゅーっと、今みたいな感じで合わせていく感じですよね。これでこうやってして合わせて、ずーっと左まで行っていただければいいかなと思います。はい。で、私の場合は、この辺りまでちょっとスリットを入れるような感じにして、この上をこう縫うような感じにしていこうかなと思います。で、そこまでは普通にこう縫うような感じでいってもらって、で、私はこの辺りからちょっとやっていこうかなと思っているので、この辺り。もうほんと縫う感覚ですね。ここを合わせるような感覚でもうやっていこうかなと思います。はい。では、ここまで、上までですね、合わせていきます。はい。ここからずーっとこう合わせて、ここまで合わせてきました。で、糸の残りがまだこれだけあるので、ちょっともうちょっといっちゃおうかなと思って、今考えてたんですけれども、ここのところをこう縫ってきたんですね。縫うというか、こう合わせてきた、縫うみたいな感じですよね。してきたんですけれども、これを私は3つぐらい置こうかなと思ってます。こんな感じ。
で、1個4つ入りなんで1個だけ余るんですけれども、それはもうそれでこれなんか使えるかなと思って、また買えばいいしね、これ100均なので、売ってるのでね。で、これをちょっとここのところをやろうかなと思います。この段のところ。ここをするとね、どうしてもこうキュッとなっちゃうので、このへこんでるところが一番やりやすいと思うんですよね。なので、このスリットのところまでこういけるような感じでもうしちゃおうかなと思います。これも同じような感じで、ここはね、巻きかがりみたいなのしてるので、ちょっともう一回ちょっとバックするような感じで巻きかがりをしますね。はい。で、こっからここのところですね、ここのところ合わせるような感じでやって、で、そうですね、うん、ここのところは2回した方が良かったんですけど、私1回しかしていないので、ここを、行って、で、終わりにしようかなと思います。で、ボタンをつけて出来上がりなので、そうですね、糸処理もしてあるので、そんな感じで、ここら辺はお好みでやっていただければいいかなと思うので、最後まで仕上げて、で、できたらまた最後にですね、大きさとかをご紹介していこうかなと思います。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、ボタンを3つつけようと思ったんですけれども、2つでもいいかなと思ったので、かなりアクセントになりますよね。この大きいボタンだし、ウッドボタンなので、ちょっとこれがあるのとないのとではちょっと全然印象が違うかなと思います。で、大きさなんですけれども、最終的にこんな感じでなると、28センチぐらいの、上から下まではお伝えしてたぐらいなので、ちょっとね、測り方によってもね、ちょっと違ったりとかもするんですけども、だいたい、24.5かなっていうくらいかなっていう感じですね。24.5から25センチぐらいっていう感じですね。で、ここのところがちょっとスリットになっているので、こうかぶった時にちょっとここのところがね、こういった感じになったりとかするし、模様編み自体もすごいこの上の部分も可愛いですし、このちょっと隙間がこう空いてる感じのがね、なんかストライプの線みたいな感じになって、色合いもこれは優しい色合いになってるんですけど、他にもルーンっていっぱいたくさん色があると思うので、ご自分のお好きな色味でとか、作っていただけたらなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。